私めっちゃ乾パンだったんですよ。デーモン小暮閣下みたいな乾パンだったんです。40代に突入したあなたへ向けてお送りしたいと思います。40代になったら絶対にやめてほしいという単純な3つのことがあるんですけど、私の経験も踏まえて気をつけてほしいたった3つのことをお伝えしていきたいと思うんですね。ぜひ40代に突入した方は最後まで見てくださいね。まずね、40代っていうとね、私もねエステティシャンになろうって思った本当に元々のきっかけ、本当に遡って源流ですね。それが40歳をもう本当またぐかまたがないかのそのぐらいの時だったんですよね。本当39歳も終わり、もうすぐ40っていう時です。その前まではね、シミが結構あったから、肌がすごい悪かったから、なんとかファンデーションで一生懸命隠そうと思って、いいファンデーションはないかなみたいな風に探してました。でも40をね目前にある日、なかなかここについた寝癖が、ほっぺについた寝癖が取れないぞって思ってたんです。今までは寝癖、ついたとしても次の日ぐらいには取れてたのに、なんかここ何日も取れないと思って、上向いて寝たりとか横向いて寝るのをやめたりとかしてたんですけど、こういう風にマッサージなんかしてみたりしててなかなか取れない。これが実は寝癖じゃなくってほうれい線だったって気がついた時には結構ガーンときました。ほうれい線って20代の頃とかはさ、とか30代の頃ってあんまり意識してないですよね。その線ってなんかこう言い方悪いですけど、おばさんっぽいっていうんですかね。おばさんなんだっていう、もちろん40歳だからそうなんですけど、その前までは肌がねシミだらけっていうことは気にしてましたけど、ほうれい線のことは実は気にしてなかったんですよね。そういうのもあって、40歳になるとですね、結構途端に肌老化っていうのかな、体調不良っていうのも少しずつ忍び寄ってくるんですけれども、肌の老化、元気のなさっていうのがいきなりこうバーンと突きつけられるようなお年頃に入ってくるんですよね。まだそれが40歳だとか、41歳かもしれない、42歳かもしれない、それ個人差あると思うんですけど、私その40代っていうくくりがですね、絶対に気をつけてほしいっていう美容の習慣やらないでって、これだけ気をつけてっていうものがあるんですよ。体的にね、プレ更年期っていう時代に突入するんですね。まだ更年期は早いんですよ。でも徐々に卵巣機能の低下とホルモン、女性ホルモンが若干ずつ少しずつこう低下していきますよね。に伴ってやっぱりこう体の不調と肌の細胞の元気のなさっていうのかな、そういうのもあります。そこに加えて40代特有のある症状が非常に出てくるんですね。それのね第1番目、筆頭株主は肝斑です。肝斑は厄介です。全員出るとは限らないんですよ。限らないんですけど、このね習慣によって結構出てくるんです。だから逆を言えば、その習慣さえやめれば出てこない人は出てこない、あと出てきても軽く済むっていうのがあります。それはまず肝斑を防ぐ一番は刺激なんですね。刺激のあるマッサージ、刺激のある顔の洗い方、クレンジングの仕方、あと刺激っていうと触ることだけじゃないんですね。刺激のある化粧品、めっちゃ防腐剤、添加物、いらない香料とか着色料、いろんなありますね。そういうものがてんこ盛りになっている、刺激的な化粧品、そういうものを使わないとか、あともう一つ、紫外線もすごく肝斑を悪化させる原因になります。それら全部含めて刺激です。今の紫外線、化粧品の中に入っている石油系の合成化合物、合成添加物みたいなものですね、刺激です。あともちろん触るっていうことの刺激です。この刺激を極力抑えるっていう工夫をしてほしいんですね。なので必ず日焼け止めは塗る、クレンジングも洗顔も優しくする、でなるべく刺激の少ない化粧品を使うとかですね、こういうことを心がける。これでかなりですね、かなり肝斑の発生率が抑えられます。本当40代に入ったらもうすぐ、もう本当30代の、後半ぐらいからもやってほしい施策なんですけども、本当にね出やすい人は出ます。刺激のある日常の習慣、これを極力1個でもいいから多く排除するっていうことがね大事ですよ。ここ頑張ってくださいね、皆さん本当頑張ってください。私めっちゃ肝斑だったんですよ。めっちゃ肝斑な人間だったんです。もうデーモン小暮閣下みたいな肝斑だったんです。そこに無知だったものですから、40歳ぐらいの時だと思います。それがシミだと思ってフォトフェイシャルを6回コースぐらいを受けたんです。その頃まだフォトが走りだったものですから、そのフォトが刺激になって肝斑には禁忌だっていうことがですね、正直ドクターも知らなかったからダメだって言われなかったんですよね。老斑は良くなるんですよ。老斑、日光斑っていうシミは良くなるんですけど、肝斑はダメです。もう肝斑は本当にですね、6回やるうちにどんどん濃くなっていってしまったんですよね。っていう私の苦い経験も踏まえて、フォトは刺激でした。今はね、もしかしたらその肝斑にいいっていうレー
ザーがあるかもしれないので、その辺はかかりつけのお医者さんがある人はそういうのにちゃんと聞いてしっかりと見てもらって、肝斑に害のないような施策をするってことが大事ですよね。あと2つ目なんですけど、入浴をしないっていうね、シャワーだけで済ます。これはですね、若い時は私もですね、そんなにどっぷりね風呂になんか入ってませんでした。特に子育て中なんかはそんなにのんびり自分のためにゆっくり入っててもなんかことなかったですね。入ったとしても子供と一緒にカラスの行水みたいな感じでした。でもやっぱりとにかくね、40代になったら先ほどね言ったね、そのホルモンバランスが崩れるなんていうこともあるんですけれども、やっぱりねどんどんとね筋力も少し落ちてくることによって血行促進をね、血流が悪くなってくると肌にも髪にも栄養がいかないんですよね。なのでなんとなく髪の毛が細くなってくる。抜け毛はまだ先の話かもしれないけど、まずなんとなくボリュームがなくなってくるっていうのは、髪が細くなってくるんですよね。少なくなってくるというよりは細くなってくるっていうのはなぜかっていうと、栄養がいってないからですよね。なんで栄養がいってないかっていうと、血行が悪くて毛細血管が毛母細胞に栄養を送っている、これだけが毛母細胞の方に体の中から栄養を送ってるわけですから、もうこの血行が悪くなったら元も子もないんですね。毛細血管の働きすごく大事なので、まずは入浴して体を温めて、そしてふくらはぎを揉むっていう、お風呂の中に入ったら習慣的にふくらはぎも10回20回揉んでほしいんですよ。それがすごい大事。あと更年期に入るともっと冷えっていうものがですねキーワードになってきます。プレ更年期の場合はまだそんなに冷え性じゃなかったにしても、冷え対策としての前段階として必ず入浴をするっていう、体を冷やさないっていう、そして血行を良くするためにもう習慣としてふくらはぎを揉んでおく。そうすると毛細血管のね働きっていうのかな、血流が悪くなることを防げます。それを防いでおきましょう、今のうちから。これすごい重要です。細くなってからとか髪の毛が抜けて薄くなってからとかだったらまた時間がかかってしまいますよね。顔もね、栄養が体の中から毛細血管から酸素と栄養が供給されにくくなってくると、ただでさえその機能がどんどんとね細胞が衰えていくところに持ってきて追い打ちをかけるように、やっぱり肌老化っていうのが進んでしまうので、その中からの施策っていうのを今のうちからやっておく。これすごい重要ですね。簡単なことですね。入浴をして更年期に備えてその冷えっていうものからまず守る&血流を悪くさせないっていう施策ですね。はい、これは2つ目ですね。そして3つ目、これはですね意外に思うかもしれないんですけど、サプリメントっていうものの存在をね無視しないでもらいたいっていうか、サプリメントなんかどうせただの健康食品っていうのかな、なんか思ってる人いるかもしれないんですけど、実際サプリはすごい大事。なんか化粧品よりもサプリにかけてるお金の方が私たちエステティシャンは多かったりします。サプリすごい重要です。それをね、20代30代の頃は正直ビタミン C ぐらいで良かったりするんですけど、この40代になってくると、例えばこの先自分の母親とかがね更年期がすごく厳しい、すごい辛い更年期を送ったっていうようなお母さんを見てて、そういう人は結構ね娘にその体質って受け継がれるって言われてます。その前段階として施策としてね、やっぱりプラセンタみたいなのを飲んでおいて備えておくと随分違うって言われてます。プラセンタ本当いいですよ。美容だけじゃない、女性ホルモンのバランスを整えるっていう意味でもすごくいいんですよね。それこそ肝斑が気になってる方は飲むね、トラネキサム酸ありますでしょ、トランシーノとかですね、ああいったもの、あれはサプリじゃなくて医薬品ですけど、そういうものとかをね飲んでその肝斑に対応するっていうね、そういうことも肝斑が出始めたらそういうものも大事だと思いますよね。外からと内側と内外でやっていくと結構肝斑はコントロールすることができます。ゼロにはならないって言われてます、肝斑って。だけど限りなくコントロールしていくものなんですよね。表にがっちりと色素を出さないように薄くしていくってことがねできます。あとやっぱり例えばですけど、髪にも肌にも髪にも爪にも大事な栄養素ってありますね。ビタミン、ミネラル、タンパク質ですね。これは絶対的にご飯から食事から取るのがいいに決まってます。いいに決まってますけど、もうそんなに必須アミノ酸からオメガ3からビタミン、ミネラル、タンパク質ね、亜鉛とかビタミン B 群 A も C も B も、ビタミン E も、亜鉛もカルシウムもマグネシウムも、もう全部なんですよ。
全部なんですね。そして良質なタンパク質なんですね。もうそれらをね、毎日毎日の食事からきっちり取ろうって思ってもなかなかですね、なかなか難しいの。若い時はね、その持ち前のね、もうほんと細胞も若々しいし、もう3日寝なくたってもうおやつばっか食べてたって、さほどのね、なんか体へたらなかったんですよね。でもやっぱりね、40代になってくるとへたってきます。ガクッときます。なんかそれが結構ダメージがきますので、髪の栄養になるもの、肌の栄養になるもの、そういうものをね、やっぱりサプリメントで補うとか、プロテインですか、そういうものを補うっていうのはすごく大事なことだと私は思います。これはやっぱり美容家としてそういうふうに思います。つけるものだけじゃない、やっぱり体の中からじゃないとダメ。私の場合はね、何を気にしてるかっていうと、私家計的にね、血管がね弱い家系なんですよね。血管が細くなるっていうのかな。私のおじいちゃんも私のお父さんも父親も血管が詰まる病気でした。祖父がね、もう本当に70代の後半でも足の付け根から1本もうバーンと切断してしまいましたよね。足の先の血管が詰まる病気だった。父ももう晩年は先が詰まってもう壊死して真っ黒な足になって本当かわいそうだったんですよね。で、私もすごいその体質を受け継いでると思ってすごい危惧しています。だから私は一生懸命ケイ素を飲んでます。ケイ素でもうサ血管を作るからね。ケイ素はそのケイ素で本当に足は毎晩つってたのも治って、ここ4年間本当に一度も足がつってないんですよね。私はケイ素のおかげだと思ってる。あとね、ピクノゼノールっていう血流を良くするサプリも飲んでます。いろいろね、その全部が飲んだら大変お金かかっちゃうから全部飲めていうわけじゃないんですけど、自分には何が必要だろうか、自分に補うべきは何だろうかっていうものをね、少し見直してみてもいいと思います。つけるものばっかりとか、あと例えば美容のエステ代、美容外科に行く何十万っていうお金を少し削ってでもサプリメントっていうものをね、栄養素だと思って取っていくっていうことが私は結構大事なんじゃないかなって思ってます。サプリ加味できないですよ。本当にいいと思います。この3つおさらいいたしますと、1つはとにかく肝斑に対する注意ですね。摩擦、いろんな摩擦がありますよね。その摩擦を極力防ぐ、本当大事です。肝斑に出ちゃったらコントロールめっちゃ難しいですから。あと2つ目は入浴習慣。これをしっかりと今のうちにつけておいて、そして入浴して体を温める習慣、そしてふくらはぎを揉んでほしい。ふくらはぎを揉むだけでね、ほんと違うからこれやってほしい。あともう一つはサプリメントをどうか見直してほしいっていうかな、何か自分に必要な栄養素、足りないものは何かっていうのを今一度ね、向き合ってやってほしいって思います。これが40代のに入ったら必要な施策なんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、というわけでぜひ参考になさってみてください。いいねって思ってくださった方はいいねのグッドボタンと、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ではこれからね、年代別に私の経験も踏まえながら配信していきたいと思いますので、ぜひご期待ください。はい、ではこの辺でさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。